のかなこれ。あ、これは重い。私今日は新潟に来てます。これからですね、またバスを乗り継ぎます。はい、じゃあこれからですね、佐渡行きの、フェリーに乗ろうと思います。はい、カーフェリー片道乗車。じゃあこれがね、今から乗るおけさ丸です。二等室。これが二等室なんですね。どんどん本土を離れていきます。あ、うまい。今ね、ゲーセンですね。ここはね、ここはイベントホールって書いてある。あそこにね、もう陸地が見えてるんだけど、あれが、佐渡島なんですかね。はい、佐渡島に近づいてきました。佐渡島着きましたけど、ここはお土産物屋さんとか並んでますね。ここで車借ります。はい、この車でちょっと、島を回ろうと思います。なんだろうな、僕の知る範囲ではなんか能登半島のどっかの町みたいなね。はい、じゃあ、佐渡島といえばやっぱトキでしょということで、時の森公園っていうところに来ました。なんかこの郵便ポストすごい怖いんですけど、トキの惑星です。はい、この先に、飼育中のトキが見れるっていうことなんだけど、ここではね、運良ければトキをすごく近くで見られるそうなんです。
時のえ、月くんです。どこですか？木の枝の上。ああ、なるほどなるほど。でここにはお父さんときとお母さんときのワンカップルしかおりません。あ、お父さんのそして時はいるんですか？あれがお父さんときです。はでお母さんときは巣があるんですが、巣の中でこちら見て卵3個を温めてるんです。あ、なるほど。で顔だけで。これは珍しいですね。準備してて申し訳ないのですが、こういうふうになるとチェックもしなきゃいけないので、オンですね。あ、なんか来そう。おお。あららら、上がっちゃった。532って出てますけれども、はい。あ、今自然今は自然界は日本の自然界にでそれ532がは去年で、こういうのも見れる時もあると秋になっいうことですね。たらもう結構どこでもっていう感じの、そうなんですか。この辺の。はい、これが、佐渡島の鴨湖です。これ新潟県内でも一番大きい湖らしいですね。はい、今夜のお宿はこちらですね。よいしょ。はい。今日の僕の宿はここです。はい、なんかめっちゃ渋い橋がありましたけど、はい、これが鴨湖です。で、反対側が、あっち側行ったら日本海ですね。なんか廃墟みたいな、廃墟だね、廃墟みたいなビルがありますね、これ。はい、これが商店街ですね。はい。寒い。はい。じゃあビールいただきます。稲田、マトウダイ、甘エビ、鏡だ。魚がね、すごく甘みがある。この生、イタリアの生っていう、はい冷蔵庫入れなきゃいけないやつがあって、これタラの味噌漬けです。はい、おはようございます。はい、じゃあ今日は、レンタカーに乗って、島を巡りたいと思います。今日は佐渡島の北側の海岸線をぐるっと回って、夜に今日宿泊する沢田という町に行きたいと思います。距離にするとね100キロしかないんですけれど、
佐渡島って高速道路がないですし、大きさって沖縄本島の10分の7もあるらしいので、これ結構かなり時間がかかると覚悟していきたいと思います。ただいま、海岸線に出てきました。今日はいい天気ですね。名所2つだね。よいしょ。20日目。どこ？あれですね。あれだね、きっと。じゃあせっかくだから降りてみます。草が生えてるから山に見えるんですけど、これ一枚岩らしいですね。これで全部の一つの岩だっていうことで、一枚岩で。いきなり見えてきましたね、大野亀。あれ？でっかいの見えてきたけど、あれ？これすごっ。はい、これ大野亀っていうもんですけど、でかいね。これも一枚岩なんだね、きっと。これも有名なもんらしいですよ。これ岩盤をくり抜いたトンネルだそうです。いやー、この景色はすごいね。次来たのがね、尖閣湾上島遊園っていうの。顔を出すものがあるんですけど、佐渡島っていうのがあって、こっちがね、君の名はって書いてあるんだけど、君の名はってここでロケしてんの？君の名はって確か岸恵子ですよね。ですよね。はい、すいません。本田原は1月から3月まで、はい、そこが見えるよということで、見えますね、魚。はい。来た。魚が見える。はい、魚が見えます。はい。今の黒鯛ですね。クロダイですか。餌まいたら魚が。北欧のフィヨルドに似てる地形らしいですよ、これ。
ごいね。どうしてこんなになっちゃったんでしょう。いやー、これ狭いとこ入ってくるんだけど、これ大丈夫なんだろうか。やばいとこ入ってきます。いやー、ちょっとやばかったですね。怖かったですね。いや、マジっすか。ここも入ってくるんだね。すごい近いんですけど。すごい狭いとこ入ってくる。いやー、これはすごかった。お、あれなんか見えてきた。いきなりなんかすごいの見えてきたぞ。これが佐渡金山ですね。っていうかその前にどっかはい、佐渡金山についに来ました。観光坑道入り口、寒いです。ここから入るんですね。じゃあソーダ遊湖ってとこ入っていきます。よいしょ。はい、これね、江戸時代の坑道ということらしいです。お、なんかいよいよ金山の坑道っぽくなってきましたね。はい。これね。はいはいはい。これよく見るやつですけど。どうかな。地下に出る水を汲み上げる様子みたいですね。なぜかお金がここにいっぱいあります。おお、ちょいだ。俺は1号といってな、品川無宿だ。顔上げる。これナイトミュージアムみたいに夜になったらみんなで動き出すとかっていうことないよね。怖い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 。なんか怖いんですけど、このなんか縞模様がね、鉱脈なんだって。これ何？金に触れるの？よいしょ。本物かなこれ。あ、これは重い。
持ってないんですけど、持ってた。これは重い。これ 12.5 キロあって時価1億8000万円以上だそうです。すごいね。追釈模型でございます。この排水坑道ははい、じゃあ、次はね、茶道奉行所というところ入ってみます。はい、じゃあこれは茶道奉行所復元だそうです。奉行所、はい、これはいわゆる押し出すですね。セリ場っていうんだって。最後に来たのがこれ北沢冬選考場っていうところですね。これここって天空の城ラピュタっぽいとも言われてるんだけど、まあ確かにそんな感じしますかね。今日は両津を出て佐渡島の北側の海岸をぐるっと回ってきたんですけど、佐渡島は想像してたより大きくて結構時間かかりましたね。今日の宿はここです。はい、中はこんな感じでバーがあります。私の今日の寝床はここです。サウナは撮影 OK らしいんでちょっと入ってみますね。あちゃ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 、はい、薪ストーブのサウナなんですね、これね。じゃあ今からご飯食べに行こうと思います。ちょっとこの焼き鳥入ってみます。リンゴのような味わいですね。ここがね、インスタ映えすると評判の飴屋桟橋っていうところです。
じゃあこの中入ってみますね。大分麦焼酎二階堂の世界がここに広がってますね。はい、じゃあ、せっかくですからたらい船に乗りたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい。手でパイプを掴んでいただいて、はいゆすがんでいいので私とやってみます？はい、気をつけてくださいね。こうやってやるとなんでか知らないけど前へ進むらしいです。進んでますかね。後ろ下がりますね。あ、今後ろ下がってるんですか。そうですね。ここで当ててしまうと後ろに下げてしまいますない当てないで。そうなんですよ。前にぐっと張らないといけないんですよね。張ってやるんですか。そうですね。両津港の方に戻ってます。小木から結構もう30分から40分ぐらい走ってるんですけど、両津港ぐらいにはまだ、10キロもあるらしく、やっぱ佐渡って大きいよね。はい、じゃあ今から、ジェットフォイルに乗って新潟に帰ります。チャンネル登録よろしくね。